どうも、ラニカリスティクスです。今日はね、フィカス紹介シリーズということでね、ベンガレンシスを取り上げたいと思います。前にもね、やったんですけどね、ベンガレンシス。前のは、樹形の、いいね、大きめなベンガレンシスだったと思うんですけど、今回はね、ちっちゃめのベンガレンシス。これなんですけどね。じゃあ、これですね。ベンガレンシスってほんとね、いろんな葉っぱ持ってたりするんですよ。原生地によっても違うのかもしれないけど、いろんな環境によって変わるのかな。ほんとね、その葉っぱの違いだけでもね、このベンガレンシスをさらに細分化したいなって僕は思っちゃうくらいなんですけど、同じベンガレンシスで片付けちゃダメでしょって思ったりするんですよ。でもね、結局どれがベンガレンシスなのって一つの基準をやっぱり持ちたいよねっていう。その基準となり得るのがこれかなと。この葉っぱね、この感じね。ちょっと待って。これがいいか。ちょっとこの角度にしよう。なんだっけ、これだね。このね、葉っぱ、この形の葉っぱが基準と思っていいと思いますね、僕。ほとんどの人はね、他を知らないって思ってる人だと思うんですよね。一番見ますよね、確かに。ほんとね、いろいろあるんですよ。今度ね、ベンガレンシスのね、いろんな葉っぱ、いろんなベンガレンシスをちょっと見比べるなんていうのをね、考察シリーズでちょっとやってみたいなと思ってます。ベンガレンシスはやっぱり王道ですよ。フィカス三強のうちの一つだと思いますね。ウンベラータとアルテシマと、そしてベンガレンシス。この前その初心者向けフィカスランキングっていうのをやりましたけど、あれ今思えば、では1位、では2位、では3位ってやってましたね。っていうかさ、普通はさ、3位からやってくんじゃん、ランキングって。で、最後は1位、これだーみたいな、やっていくべきなのに、普通にただ3つ順番に紹介したみたいな感じになっちゃって、何も考えてなかったね。見返してみたらさ、違和感を感じて、なんだっけ、ランキングっぽくないんだよなーと思って、1位から順番に紹介してるよ、みたいな。何も考えてないんですよ、普段、生活、日常、人生。あのランキングでは、他とはね、違うね、ものを進めたくて、かなり攻めたチョイスだったと思うんですよ。あれはあれでね、初心者向けっていう意味では、何も間違えてないし、別にね、いきなりディープなとこ行くのもいいじゃないですか。難易度が高いとかさ、手がかかるとか、すぐ枯れちゃうとか、育てるの難しいみたいなね、そういったやつだったらさ、それは違うと思うよ。そうでなければさ、育てやすいんだったらさ、別にさ、初心者だからレアものダメだとかさ、そういうのないじゃん。詳しいことはね、そっちはそっちのね、動画を見てもらうとして、今回はね、一般的なね、初心者向けフィカスとして、このベンガレンシスを紹介したいっていう、そういう気持ちで、紹介してます。ベンガレンシスはね、初心者であっても、そうでなくても、全然おすすめなんですよ。他の品種ならまだしもね、このベンガレンシスとなればね、やっぱなんといっても丈夫なんで、どうしてもね、初心者向けフィカスとして名前がね、上がりやすいっていうのがありますよね。だけど、ベンガレンシスはあんなもんはね、初心者が育てるもんだ。俺みたいなクロートは、あんなもんはベンガレンシスなんかやんないんだよ。っていうのもないんですよ。一周回ってもね、二周回っても、やっぱりこの魅力、かっこよさは全然変わらない。いろんなね、その流行り廃りでね、いろんな新しい品種が出てくるじゃないですか。で、そういうのと比較しても、このベンガレンシスの魅力のこのかっこよさは全然色褪せないですよ。スピルバーグのね、映画みたいなもんですよ。こういう話をするとね、そういうのってさ、なんだってそうだよねって、こういうことね、言う人もいると思うんですけど、そんなことないんですよ。僕ね、別にね、何かに忖度してるとかね、ベンガレンシスに忖度するとかね、別に何のね、メリットもないし、忖度なしで言えますけど、例えばさ、ちょっと、正確な品種名とかちょっとごめん。なんせフィカスばっかりだからわかんないんだけど、サンスベリアの普通のやつあるじゃん。空気がすごい綺麗になりますとかよく言われるサンスベリアとか、例えばドラセナのマッサンゲアナとか、幸福の木とか、あとアミアミのパキラ。なんていうかさ、あの辺はさ、ちょっとさ、古臭いって感じたりしません？そう思う人もいると思うんですよ。フィカスだったらね、エラスティカ系のね、品種にね、その古臭さを感じる人もいるかもしれない。例えばデコラとか。あまり知らない人にはね、その歯医者の待合室ぐらいのイメージしか、ないんだろうけど、あれはあれでね、一周二周するとね、じわじわ本当の魅力に続いてくる系なんだけどね。大人にしかわからない魅力というか、エラスティカの魅力の奥の深さかな。小津安二郎の映画みたいなもんですよ。子供に分かってたまるかみたいな。で、話は戻って、ベンガレンシスの話ね。このベンガレンシスのかっこよさはやっぱね、普遍的だと思うんですよ。普遍的っていう意味では、ウンベラータとか、アルテシマも同じですよ。でも、その普遍的にかっこいいっていう。
このかっこよさの部分はもうまさにベンガレンシスの持ってる魅力だと思うんですよね。ウンベラータとかアルテシマもその普遍的な魅力を持ってると思うんですけど、それはね、それぞれの持ってる魅力があると思います。それはね、それぞれのね、紹介動画でまた話そうと思うんですけど、さて、ちょっとこのね、ベンガレンシスの葉っぱをね、今更ですけど、じゃあもう一回ね、見ましょうか。はい。これはですね、花井園芸さんというところの、ベンガレンシスなんですよ。ほんとね、花井園芸さんのね、ベンガレンシスに限らず、フィカスはですね、センスがいいっていうかね、力強いというよりはね、モデルさんみたいな感じですよね。そういう風に仕立ててくるんですよ。隙がないっすよね。これもね、曲がりなんですよ。そんな大きくないんだけど、どうかな。ここに芯葉出てますね。可愛いっすね、これ。さっき言ったようにですね、やっぱりね、基準みたいな葉っぱしてますよね。これがベンガレンシスの基本形。ドリップチップもないし、肝もね、もちろんあるんで、もうベンガレンシス。まさにベンガレンシス。楕円形。で、このベンガレンシスの洗練された清潔感のあるイメージ。このイメージっていうのも、この標準型の葉っぱのベンガレンシスが、このイメージにやっぱりね、大きく貢献してると思うんですよ。この葉っぱがね、与える印象がね。というのも、全然ね、野生的でね、洗練されたイメージを与えないベンガレンシス。そういう葉っぱを持つベンガレンシスもね、実際いるんですよ。あとはやっぱりね、このサイズ感の話ね。僕はね、初心者にはね、やっぱりね、7号鉢以上の丈夫なフィカスをやっぱり進めたいっていうのが、正直なところなんですよ。いつもそう言ってるんですけど、6号鉢から、やっぱり7号鉢がいいかな。要するにね、大きいとね、丈夫だし、育てやすいからなんですけどね。小さいのは弱い場合もあるしさ。そうは言っても、大きいのはね、高いし、そんなに部屋広くないっすよ、みたいな。置くとこないっすよ、みたいな。そういう人もいるでしょう。いろんな意見があるでしょう。わかりました。なら、ベンガレンシスにしなさい。ベンガレンシスならある程度大丈夫だから、ちっちゃくても丈夫なんでね。それこそね、初心者向けって言われてるだけあってね、寒さにもね、割かし強いし、このサイズならね、全然ね、初心者でもね、安心して育てられますよ。どうでしょう。ベンガレンシスはね、その丈夫さゆえにですね、初心者向けってすごい言われちゃって、僕は言ってるんだけど、なんだけど、これはね、初心者が育てるものだっていう伝わり方はしてほしくないんですよ。僕はね、何周目なのか知らないですけど、まだ一周回ってないかわかんないぐらいなんだけど、やっぱね、ベンガレンシスはね、いつでも輝き続けてますね。なので、ベンガレンシスかっこいいから、こうやってね、フィカス紹介シリーズでもね、また改めて取り上げちゃったっていう。この花井園芸さんのね、仕立てがね、すごいかっこよかったんで、これ紹介しないわけにいかないなと思ったっていうのもあるんですけど、そうじゃなくても、やっぱりね、そういう初心者向けだっていうのもあって、いろんな答えがやっぱり出てるんで、いいの探すのはね、そんなに難しくないんですよ。みんなね、いろんなね、タイプのね、いろんな仕立てのね、ベンガレンシスがね、やっぱりお店に並んでるんで、楽しいですよ。お店に行ってね、自分の気分に合った、自分の性格に合った仕立てのベンガレンシスを見つけて、お家で育ててみてくださいよ。今日はそんな感じですかね。はい。では、また。